今回はモーニングスターエンジニアリングのミディデバイスの活用方法、こちら5つ紹介していきたいと思います。今回使うのはモーニングスターの ML10X、そして ML5 というループスイッチャー、そしてそれらをコントロールするための MC6 Pro というミディコントローラー、これら3つを組み合わせて、いろいろ活用していきたいと思います。構成としてはまず、バンクという大きな概念があって、その中にプリセットが、たくさん入っているというような形です。僕の使い方で言うと、このバンクごとに別々の機能を持たせるような、そんな使い方をしています。例えばこの一番最初のバンクであれば、ペダルズという風になっていて、個別のペダルを、切り替えるような、そんなページにしています。で、その次ですね。次のバンクに行くと、プリセッツということで、これは複数のエフェクターを同時に切り替えるような時に使います。こちらはルーパー専用のバンクになっていて、こんな風に機能が多いペダルに関しては専用のバンクを作ると、こんな感じで使いやすいんじゃないかなと思います。こんな風にそれぞれのバンクに異なる機能を持たせているんですけども、バンクを移動するってなると、ちょっと大変なので、それをすぐに行き来できるように、こんな風にホームボタンを作っています。これは面白くて、ホームボタンを押すと別のバンクに移動するというような設定をすることができるので、こんな感じで一番よく使う、ホームとなる場所にすぐに戻ってくることができたりします。ということで、ざっくり MC6 Pro の構造を紹介したところで、早速5つの活用方法を紹介していきたいと思います。最初はですね、単一のペダルのオンオフということで一番ベーシックな使い方かなと思います。どんな風に使うにしても、こういうバンクを一つ作っておくことによって、機能のチェックであったりとかに使うこともできますし、一番直感的に操作できる、そんな使い方かなと思います。今この状態では、すべてのループがバイパスされている状態で、アンプ直の、ギターからアンプ直のサウンドになります。で、このバイパスに関しては、ループスイッチャーである ML5、そして ML10X が行っています。ファズに関してはバッファーない方がいいかなと思ったので、バッファーを含んでいない ML5 の方に入れて、で、それ以外のペダルに関しては、バッファーが大きなペダルに関しては、ML10X の方に入れてると。そんな使い分けをしている感じですね。で、早速、1個ずつエフェクターオンオフなんですけども、こんな感じで押すことによって、色を変えることができるんで、これで一目瞭然でどのペダルが、エンゲージされているのかとかも分かったりします。一個一個オフすることができるという感じですね。で、最後このブルーパーなんですけど、これは押すことによってさっきのルーパーのページに飛ぶように、作っています。じゃあこの流れでルーパーのページについても説明したいと思うんですけども、このページはブルーパーの機能を、ここに引っ張り出してきた感じですね。ちょっとやってみます。これでループができましたね。で、ここでオーバーダブとかもできます。これでプレイバック。
停止したりとか、再生したりとかできます。ブルーパーの場合だと、ここにモッドスイッチっていうのがあるんですけども、これを割り当ててます。今の設定だと逆再生になるような感じですね。これでオンオフをトグルすることができます。次はプリセットの変更をやってみたいと思うんですけども、基本的に ML10X の中で、プリセットを作りつつ、ML5 に関しては個別で設定という感じで、やっています。で、その ML5、そして ML10X に対して、こいつから指令を送って、それぞれのプリセットを、それぞれのループを呼び起こしているという、そんな感じですね。例えばこれだと、この今ドライブ1、ドライブ2には基本的なサウンドを入れていて、このディレイとリバーブ、で、あとはドライブですね、入れている、オンにしているような感じですね。このドライブ1に関しては、ドライブはこっち AP2 の方を使っていて、で、ドライブ2にすると、今度こっちのドライブ、グラディオの方になります。こんな感じで2つの全く異なるドライブのタイプを使い分けることができます。で、実はこのプリセットに関しては前提として他のプリセットをどんどん切り替えていくというような使い方が前提になっているので、他のプリセットに切り替えると、元のストリップが消えて、今の、オンになっているプリセットがどれなのかっていうのが、すごいわかりやすく表示できるような感じになっています。こんな風に複数のペダルを一気に変えるっていう時には、僕の場合はこのバンクを使います。ペダルの順番の入れ替えっていうのをやってみたいと思います。ML10X の機能でループの順番を自由に入れ替えるっていうことができます。なので、それをプリセットに登録して、こっちで呼び出してあげるっていうことをすることで、順番をここで変えることができるんですね。それをちょっとやってみたいと思います。今ここに M2B、そして B2M と2つプリセット用意してるんですけども、M と B それぞれムードとブルーパーを、意味しています。で、ムードからブルーパーに接続するっていう順番のものと、その逆の順番、2つ、用意してます。このブルーパー、今ルーパーとして使っているんですけども、ムードに関しても似たようなマイクロループっていう機能があって、ずっとサウンドを聞いていて、そのサウンドを小さく繰り返す、そんな機能があるので、これをどっちを先にするかっていうのは結構悩みどころというか、できることが変わってくるんですね。なので、それを柔軟に対応することができるので、それをちょっと、やってみたいと思います。じゃあちょっとルーパーで試してみたいと思います。今は M2B ということで、ムードからブルーパーに入るような形ですね。ここでムードでちょっと音を追加してみたいと思います。今ギターから入ったこの音をムードが拾ってくれて、こんな感じでリピートしてくれてる感じですね。で、今ムードからブルーパーに行ってるので、このムードのサウンドをブルーパーに録音することができます。このように今ムードで、作った音を、リアルタイムにちょっといじりつつ、これをブルーパーに録音するってことができました。こんな感じで、この取り込んだ音でブルーパーで遊ぶことができたりします。で、ここで例えば B2M に切り替えると、今度何ができるかというと、ブルーパーからムードに行くので、ここで作った音を今度ムードで、操ることができます。
こんな感じですね。今、ブルーパーはオフにしているんですけども、ブルーパーから来た音をムードに取り込むことができました。こんな感じで、順番をつなぎ替えることによって、お互いにムードからブルーパー、ブルーパーからムードっていう感じで、ループを受け渡すことができたりします。同じような使い方というか、この順番を切り替えることに関しては、ドライブ、ペダルの前後、順番を変えたりとか、あとはリバーブを通常コーダに持ってくるものを前に持ってきたりとか、ファズの位置を変えたりとか、本当に使い方はいろいろあるかなというふうに思います。最後はですね、MIDI 対応ペダルの制御ということで、今回、チェイス・ブリスの、ペダルがたくさんあるんですけども、その中でもこのダークワールド、これを操るってことをやってみたいと思います。で、このアンビエントにはこのダークワールドのプリセットを登録してあるので、そのプリセットを呼び出すことができます。今この状態だと、この、ワールド側、よりベーシックな側のリバーブだけが効いているような状態です。でもちろん他の、ミリ対応ペダルとかも、変更可能ですし、実際今やってることとしては、プリセット、ML10X を使って、所望のペダルをオンにして、なおかつダークワールドに関してはプリセットを呼び出すような感じで、ML10X でのこのループの選択、あとはこの MC6 Pro でのこの MIDI 機器の操作、これ同時にやってるっていう感じですね。なので、見栄え的にはプリセットとして並列に並んでるんですけども、やってることとしては、これに関しては、ループのプリセットを選んでいる。プラス、さっきも言ったように、MIDI で、ペダルを操作してプリセットを呼び出していると。そんな感じですね。さあ、いかがだったでしょうか。今回はすごい簡単な使い方にフォーカスしたんですが、一つのボタンに複数のアクションを登録するなんていうこともできるので、本当に使い方の可能性は無限大だと思います。で、今回はシンプルにするためにエディター画面っていうのを一切映さなかったんですが、エディター、専用のエディターがあるんですが、これもすごい使いやすくて、特にプリセットであったり、バンクを行き来するような動作っていうのは、結構、バンクを整理するときに出てくるんですけども、それがすごいやりやすかったりとか、すごいユーザー体験を、考慮されて作られているので、とても操作しやすいと思います。MIDI デバイスを探している方には、このモーニングスターかなりおすすめなので、ぜひ試してみてください。また、この動画に関する感想であったり質問がある場合には、ぜひ YouTube のコメント欄であったり、インスタの DM でも構いませんので、コメントを残してもらえると、僕の分かる範囲で回答したいと思いますので、ぜひご気軽にメッセージをください。それではまた次の動画でお会いしましょう。